もできる。アトランティカシーズンサーバー。最速レベリング4。もうシーズンサーバーがオープンして2週間が経ちましたな。装備もレベリングもみんなスタートダッシュ決め込んじゃって、今更後発組で参加してもと思っているそこのあなた。この動画を見てコツを掴んでからやれば全然今からでも間に合います。なんなら期間限定サーバーだけあって楽々レベリング要素が満載。装備強化なども緩やかな仕様となっているので安心。公式ページにも書いてあるけど序盤の進め方は通常サーバーとちょっと違うよ。まずはシーズンサーバー限定のクエストを進めよう。お得なアイテムとかもらえるんだよね。シーズンコード入力や事前登録キャンペーンなど、使えるものは全て駆使してできる限りやっていこう。目標としてはまず何を目指せばいいのかな？レベリングをしてキャラ育成ができる狩り場選定かな。アトランティカの醍醐味は放置狩り。楽してレベリングができるに越したことはない。でもレベル制限で入れなかったり、入ったとしても敵が強くて倒せないよ。そのためにより効率よく最速で駆け抜けるルートをみんなで情報を持ち合って探してみた。まずはこのシーズンサーバー限定コンテンツである女神の戦闘訓練場で放置できるようになろう。クエストとか進めてあげていくんじゃないんだ。今までのコンテンツであるメインクエストはもちろん存在するけど、質問の回答を日本語ではなく英語で答えたり、答えがわからなくなったら一旦クライアントを再起動して英語表記に直したりする必要があるよ。そうすると時間かかりそうね。そうね。だから今画面で入っているレベル150からの放置された洋館に行こう。なんでここなのかな？レベルの割に敵の攻撃も緩やかで何より放置して入る経験とアイテムが美味しい。ああ、アクセサリ強化に必要なものを交換できる戦闘支援トークンが手に入るのね。でも、そもそも150まではどうやってあげるのよ。配信の初日2日目にもやっていたけどハニーポットで60まで手動狩り。60からは安らぎ温泉に入れるのでそこで手動狩り。鍵の入手は画面にも映っているローマ入り口の NPC からできるよ。短時間で駆け抜けちゃえばあとは放置だけでいいのね。そうね。なんなら最初だけ手動狩りしてあとは放置で200まで行って覚醒なんて人もいるよ。もちろんもっと早く覚醒して新コンテンツ楽しみたいって人は、手動狩りも交えてやれば大体10日もかからず上がるかな。総時間にすると何時間くらいなのか気になるところではあるけど、その時間もできるだけ短縮するには鍵がここで買えるマーリンダンジョンも行った方がいい。もちろん敵は強くなるから装備の準備もお忘れなく。装備はローマ入り口 NPC のブロディが健在。幸運の手紙じゃなくてここでもトークンで交換なのね。武器はダーククリスタルを強化してプラス10にできるから、ここでは165のトワイライト防具がメインだね。じゃあ、傭兵のレベリングもしないと。基本的にはヒーロー集中で OK。傭兵はレベルチケットとかでも上がる。でもチケット入手の方法にも限りがあるのでなんなら集中外して適当に狩りすれば、狩りで使う傭兵165くらいならすぐにできるよ。こうやってみちみちに鍛えたキャラクターを次はどこに持っていくのかな？女神の戦闘訓練場にはさらに先のコンテンツもあって、最終的には170から入れる巨大キューブの住処で放置したいね。めっちゃ強そうな敵。確かに強いのよ。なので準備は必要。ある程度課金したりすれば天井装備の乗り物は買える。これも日本サーバー仕様とは違ってお値段もお安く完全確率ではなく天井もある。天井だけに。そういった装備がなければまかり通らないのかといえばそうでもなくて、ゲーム内で手に入るアイテムだけでも十分強くできるよ。経験効率のみを求めるなら無料で手に入る封印樹からさえを選び、マーリンアクセや萌えアクセをふんだんに盛り込もう。経験ブースト装備って言ったらもうこのセットだよな。萌えアクセに関しては画面右のアイコンアトランパスでもらえるよ。じゃあこれも毎日コツコツやらないとね。デイリーミッションだけじゃなくてタブからウィークリー、マンスリー、シーズンって選べるから、全部やっていけばすぐにもらえるよ。次に重要なのは傭兵スキンと刻印かな。これも経験ブーストには重要な要素だね。とりあえず再ワンパンを目指すなら魔法ダメージパーセントアップ。ワンパンができているなら魔法攻撃時の経験値パーセントアップ。
上限は魔法ダメージが 70%、経験値が 300% になってるので、傭兵スキン刻印石をローマ商店街 NPC から交換して気が済むまで回そう。この線はレベルアップするともらえる箱からも出たりするから運が良ければそれでつくかもね。同じような放置狩りワンパン傭兵をアーサーやカンヌなどで用意すれば、より一層レベリングははかどるよ。とにかくヒーローに経験値集中を使いケーキからキャンディー、経験値2倍獲得呪文書すべて駆使して、フルブーストで頑張ろう。これらのアイテムも女神の戦闘訓練場、NPC アマリネージュから買えるからね。最後は図鑑の作成に入るよ。ここの獲得経験値%を上げるとよりブーストするんだ。まずは簡単なものなら装備を入れていくといいね。序盤装備なら市場で買うだけでいいもんな。経験だけでいいなら4種類入れれば成立するよ。だけど放置時間伸ばしたいなら余裕がある限り8種類入れてもいいね。装備箱拾ったやつは開ければいいのかな？それで運悪く4種類にならなかったりしたら作るなりなんなりしないとね。ただ征服者装備がちょっと面倒。そんな人はここのマント旅館ってところに行くといいよ。作る素材のアイテムやなんなら装備箱もドロップするね。もう一つ面倒なのは堕落装備。これも製造オンリーだよ。必要素材を用意するのがちょっと大変なので X にリストアップしておいた。後のプラス10装備は入れないでいいのかな？この辺はなくても全然 OK。序盤から200に駆け上がるだけなら後回し。あとは事前登録でもらったアバターや、あとランパスのアバター入れるのも吉。その場合はサブから移すとか適当な乗り物でやり過ごそう。アクセサリーも入れた方がいいよ。無限挑戦はちょっと参加すればすぐ終わるね。それとここでもマーリンダンジョンで手に入るおまけアクセサリーは必要になる。自力ゲットできなくてもある程度市場に流れてるのもあるかも。さえの経験装備とは別に必要なのね。そしてハロウィンアクセと女神アクセをプラス10にして登録したら完璧だ。魔法ダメージ%も上がるから美味しいね。女神の戦闘訓練場で放置できればこんな感じでトークンはいくらでも手に入る。なので図鑑用から装備する用までみっちり鍛えてみてね。サーバーオープンから2週間ほどしての200レベルの分布図だよ。ログインしてる人だけとはいえ、それほど数は多くないのね。これから続々と増えてくるんじゃないかな。それでは200になったらどうなるかの覚醒の話をしようか。お待ちかねの新システムだね。まず200レベルになったらローマ噴水のところにいる NPC アロンライスナーからクエストを受ける。すると割と長めなクエストを終えればこの覚醒画面が開けるようになる。いろいろな効果があるんだね。何を取ればいいのかな？それに関してはぜひご自身の目でシーズンサーバーをプレイして確かめてみてください。なんならヒーローだけでなく傭兵も覚醒できるよ。マジかよ、めっちゃ強くなりそう。ただ、覚醒するアイテムを交換できるのはローマ商店街にいるこの NPC。安らぎ温泉結構頑張らないと手に入らないよ。ここでもバケーション記念品箱が必要になるのね。どうせ早く200レベルにしたくて手動レベリング頑張っちゃうから、必然的にバケーション記念品箱は増えるよ。これに関しては放置で手に入らないから頑張りどころになるね。あとはクライアントが落ちちゃうって話をよく聞くよ。日本サーバーでもそうだけどパソコンのスペックによるから、なるべくグラボに負荷がかからないようにグラフィック設定してみてね。たくさんのプレイヤーがいるから外見統一にチェックを入れるといいかも。これらをやるのはまだ序盤、シーズンサーバーにはまだまだ続きがあるよ。既存サーバーと同じようなコンテンツももちろんある。でもそれを攻略するにはキャラの強さが足りない。上位の装備に必要な製造レベルや材料は緩和されてるよ。強化の成功率もシーズンサーバー仕様で難易度低いしな。上位の装備が欲しい。でもその材料を手に入れに行くための力が足りない。なのでキャラを強くしないといけない。そんなやり込み要素ももちろんあるね。最後に行われる大会で結果を出すレースがすでに始まってるってことなのね。アトランティカ育成上手品評会の要素もあるからみんなもぜひ参加してみてね。期間限定でどこまでアトラン知識を総動員して攻略していくかのコンテストだな。クエストで入手できるアイテムも既存サーバーと同じになってるよ。ちゃんと既存サーバーをやり込んでいて覚えてる人は強くなれそう。一人で倒せないコンテンツはみんなで協力、
そんな遊び方ができるのもシーズンサーバーならでは。みんな横一線用意ドンで始まったからこそそんな楽しみ方もできるんだね。今ならまだ間に合う。アトランティカシーズンサーバーで、僕と握手。